次に、しつこく牽制されるとスタートが切りにくくなる。同じように、皆さんこんなふうに思われている方たくさんいらっしゃるかもしれません。でも私の経験上から言うとこれも間違いなんですね。なぜなら牽制球をたくさんもらうことでピッチャーの傾向やピッチャーと自分との間合い、スタートを切るという感覚がより高まってきます。特にバッターの初球に投げる前にバッテリーが様子を伺おうと2、3球牽制を入れてくることがありました。その牽制は私から言わせると本当にありがたかったです。バッテリーは様子を伺おうとしているつもりかもしれませんが、おかげでこちらは牽制球で多くの情報を得ることができたんです。代走に出た選手というのはもちろんプレッシャーがかかるケースが多いですから、1、2球様子を見たいと慎重になる傾向があるんです。でも勝負に躊躇してしまうとバッターが追い込まれてしまい自分の仕事ができなくなってしまうかもしれないんです。そんな時あらかじめ牽制球をもらってたらどうでしょうか。その中で様子を見ることができたら早い段階で仕掛けることが可能になってくるんです。だから相手バッテリーに警戒される選手になればなるほど勝負は有利に働くことがあります。なぜならたくさんの牽制球をもらえるから、つまりたくさんの情報を得られるからなんですね。というわけでしつこく牽制されるとスタートが切りにくくなる、これも×。しつこく牽制されるとスタートが切りやすくなる、これが走ることの仕事の選手の本音なんです。立場を入れ替えると反対のことも言えます。皆さんこんなシーン見たことありませんか。スタートをするふりをして止まる、二塁に行きかけようとして止まる。実はこの動きってあんまり意味がないんですね。走る仕事が選手にとってはあまり意味がないんです。こちら側がアクションを起こすことで相手に情報を与えてしまうかもしれないからなんですね。しかもこれ何回もやってたら疲れますよね。やっぱり一発で行きたいので何回もやってしまうと疲れてしまいます。でも走らない選手やチャンスがあれば走りたい選手にとってはこれは必要なのかもしれません。はい。次に癖を盗む。ピッチャーとの駆け引きとは言っても私は相手の癖を盗んだことっていうのはあまりないんですね。ほとんどないです。皆さん意外に思われるかもしれませんが、私にとって癖というのはあまり必要のない情報なんです。なぜだと思いますか。癖ばかりに頼ってしまうと、今日のピッチャーは癖があるから走れる、癖がないから走れないでは私の仕事は務まらないんです。癖がなくても癖が見つかりづらくても走らなければならない。だとしたらこの情報に
あまり頼るべきではないんですね。わかりますか？癖ではなく、ピッチャーの傾向を調べ上げるということが大事なんです。受験生の参考書ではありませんが、とにもかくにも傾向と対策を練る必要があるんですね。